愛です。あかりだよ。イメージしているポーズがあるのに生成できない。ポーズのバリエーションを増やしたいと思った人は多いはず。愛知、ポーズの呪文をたくさん教えてちょうだい。ステーブルディフュージョンでは、適切なポーズの呪文を入力しないと生成しない場合が多くあります。一から自分でポーズの呪文を探すとなると時間がかかる場合がありますから、今回紹介するポーズの呪文を参考にしてすぐに理想的なポーズに仕上げましょう。この動画では、ステーブルディフュージョンで使えるポーズの呪文集や、ポーズをうまく生成させるためのコツについて解説します。ポーズの呪文について、人物の立ち絵を生成したい場合は、スタンディングの呪文を入れましょう。基本的にはスタンディングを入れなくても立ちやすいですが、立たせる確率を上げたいのなら必ず追加しておきましょう。片足を上げて立たせたい場合は、スタンディング、カンマ、レイズワンレッグを入れましょう。このように2つの呪文を分けて組み合わせることで生成できるポーズもあります。腕組みをさせたいなら、ホールドアームズかクロストアームズを入れることで可能になります。手を頭の後ろに回してグラビアっぽくしたい場合は、アームズアップビハインドを入れましょう。AI イラストは手の指をきれいに生成することが苦手なので、手を隠したい人におすすめの方法です。手を隠すことによって、いい画像生成作品ができやすいからいいね。手を後ろで組む方法として、アームズビハインドバックを入れるといいです。こちらも手を隠したい人におすすめの方法です。いい感じに画像生成ができているね。手を足の間に置きたい場合は、ハンドビトウィーンレックスを追加しましょう。プロンプト内にシットやシッティングも入れるとさらに生成されやすいと思います。腰に手を当てたポーズにさせたいときは、プットハンズヒップを入れましょう。片手だけ腰に手を当てるモデルのようなポーズにさせたいときは、ワンハンドオンヒップを入れるといいです。両手で腰に手を当てる場合が多く、片手だけ腰に当てる生成の確率が低いので、一度の画像生成枚数を多く設定するといいでしょう。お願いしている様子、お祈り、手を合わせるポーズをさせる場合は、オーンハンズトゥゲザーを追加しましょう。手の指は崩れやすい傾向にあるので、なるべく違和感のない良い画像生成をさせることが難しいです。車に乗ってハンドルを握っているポーズにさせたいときは、ホールドザステアリングホイールオブアカーを入れましょう。縦長だと生成されなかったよ。正方形か横長にすると生成されやすい傾向にあるので試してみてね。手を差し伸べる、手を前に出すポーズをしてほしいときは、リーチングアウトを入れるといいでしょう。手の指の本数が多かったり、形状がおかしかったりと画像生成することが難しいです。これでしっかりと5本指で生成できるとスーパーレア上だね。万歳させたり、大きく両手で手を振ったり、バイバイさせているようなポーズをさせるときは、アームズレイズドインザアーを使用するといいです。アーティストがよくやるポーズだね。ピースをさせたいときは、ピースサインを入れましょう。なぜか親指を曲げてくれないことが多々あります。これはこれでありだよ。人差し指を立てるポーズをさせたいときは、プットアップインデックスフィンガーを入れましょう。口か頬あたりに人差し指を持ってきやすい傾向にあります。何か欲しそうにしていたり、考え事をしている様子をさせたいときに使えるね。椅子などに座らせたい場合は、シットやシッティングと入れましょう。椅子に座らせる場合は、縦長の画像サイズにした方がバランスよく生成されやすい傾向にあります。歩いている様子を生成したいときは、ウォーキングを入れましょう。走らせたい場合は、なんかランニングを入れましょう。呪文を入れてもすぐに走らないことが稀にありますから、何度か根気よく生成するといいでしょう。ジャンプさせたいときはジャンピングを入れましょう。綺麗に生成してくれる確率は低めに感じます。ジャンプさせると紙に動きが出るからいいね。仰向けで寝ているポーズをさせたいときは、ライダウンを入れましょう。横長と正方形のアスペクト比率にすると、横向きかうつ伏せで寝ているポーズになりやすいです。ですから、仰向けのポーズにしたいのなら縦長にしましょう。先ほどあったライダウンと同じような感じではありますが、寝る体勢にさせたいならスリープを使用しましょう。縦長は仰向けになり、横長は横向きに寝たポーズになりやすいです。
眠っている画像生成をさせたいけどできないよ。どうしたらできるのかな？目を閉じて眠らせたい場合は、スリープ、カンマ、クローズドアイズを入れることで可能だよ。こちらが生成した結果になるよ。T シャツのアニメにまで影響を受けて眠ってる感じになってるの。草。スリープのみだと目を閉じて眠らない場合が多いから、眠っている様子を画像生成する場合は、クローズドアイズを追加で入れることで生成しやすくなるから試してみてね。了解。うつ伏せにさせたいならライフェイスダウンを入れましょう。横長のアスペクト比率にするとうつ伏せになりやすいです。足組みをさせたいならクローズドレッグを入れることで可能です。膝を立てている画像生成をさせたいときは、ニールやニーリングダウンポーズ、コロン 1.5 を入れましょう。体育座りをさせたいときは、オーンハギングフィーとか、オーンハギングレッグスを入れることで可能です。縦長の画像サイズにすると生成しやすいです。モデルによっては正方形でも生成しやすいかもしれません。四つん這いにさせたいときはオールフォーズを入れましょう。縦長にすると生成しやすいです。女の子座りをさせたい場合は、割り座を入れることで可能です。正座させたいときは、正座を入れましょう。あぐらをかくポーズをさせたいときは、ロータスポジションを入れましょう。以上でポーズの呪文を紹介しました。これらの呪文を参考にして理想的なポーズを生成してみてください。次は理想的なポーズを生成させるコツについて解説します。イメージしているポーズにならない場合は、アスペクト比率を縦長、正方形、横長の3つに変更して何枚か試してみると生成される場合が多くあります。例えば、横512で、縦768下線24の縦長、横512下線24で、縦も512下線24の正方形、横線24で、縦512か768の横長。これら3つの方法で試行錯誤してみると理想的なポーズの画像生成ができる傾向にあるので試してみてください。立っている場合か座っている場合はどのアスペクト比率がいいのかな？縦長の比率にすると生成されやすいよ。地面に座っていたり、うつ伏せで寝そべって横になっている場合は何がいいのかな？正方形や横長の比率にしてみると生成しやすい傾向にあるから試してみてね。OK。アスペクト比率、画像サイズによってもポーズが生成できるのかどうかが関わっている場合もありますから、うまく生成できない場合は変更することをお勧めします。正方形は全身画像ですと身体のバランスが崩れたり、分裂したりしやすいので基本的には縦長で生成することを推奨します。理想のポーズになりにくい時の別の対処法として、ランコロン 1.3、閉じるのように、呪文の右側にコロンを入れた後に、呪文の影響力を調整する数値を入力するのもいいでしょう。推奨値はどのくらいに設定するといいのかな？推奨値は最大でも 1.3 までがいいよ。それはなぜかな？なぜかというと、数値を 1.4 以上に設定してみると顔が崩れやすくなってきたりと、全体のクオリティが劣化してしまうよ。だから、あまり数値を大きくしすぎないで影響力を 1.3 くらいで設定すると多少生成されやすくなるので試してみるといいよ。了解。ステーブルディフュージョン WebUI のプロンプトでは、先頭に入れた呪文ほど優先的に反映されやすい傾向にあります。プロンプトの先頭にポーズの呪文を入れて優先順位を一番上に持ってくると生成されやすくなります。プロンプトの内容が多すぎて最後にポーズの呪文を配置すると生成されにくいので、先頭に持ってくることを推奨します。イメージしているポーズが生成されやすいのかどうかは呪文によって違います。また、必ずしも生成されるとは限らずに確率が絡みやすいです。例えば、ワンハンドオンヒップは片手だけ腰に手を当てるポーズになりますが、一定の確率で両方で腰に手を当てるポーズになったりするので、何十体か画像生成する必要があります。なるべく時間を短縮させて理想的なポーズを生成させる方法として、オープンポーズエディターで指定した方が早い場合があります。今回紹介したポーズにはないポーズがあったり、生成できなかったポーズがある場合は使用してみるといいでしょう。概要欄にオープンポーズエディターを使用して、
理想のポーズで画像生成させる方法についての動画リンクを貼っているのでぜひ見てください。まとめです。イメージしているポーズが生成できないときはアスペクト比率を変更することが効果的です。縦長、正方形、横長の3つを変更して試してみることで生成できる場合もあるので試行錯誤してみてください。呪文の後にコロンを入れてから数値を 1.3 くらいに設定して、呪文の影響力を強くさせる方法もポーズを生成させやすくするためのコツです。ポーズの呪文を先頭に入れることによって反映される場合もあるので、優先的にポーズをどうしても生成したいのであれば一番前に持ってくるといいでしょう。今回紹介したポーズの呪文を参考にして理想的なポーズの画像生成をしてみてください。以上でポーズの呪文集と、うまくポーズを生成させるためのコツについて解説しました。iGene では生成 AI に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。